のささやきの朗読やあれは祖母がまだ元気だった頃の話だ。俺の実家は山に囲まれた小さな村にある。田んぼと畑しかないような場所で夜になると真っ暗になる。街灯も少なく月が出ていない夜は本当に何も見えない。そんな村には昔から一つだけ有名な言い伝えがあった。狐塚には近づくな。村の裏山に小さな塚がある。石がいくつも積まれていて、上には古びた祠が乗っている。草に半分埋もれているが、誰も手入れをしていないのになぜか崩れない。子供の頃、俺は祖母に何度も言われた。あそこだけは絶対に行っちゃダメだよ。狐様の場所だからね。村の大人たちも同じことを言っていた。山で遊ぶことはあっても、その塚の周りだけは誰も近づかない。理由を聞いても皆同じ答えだった。昔、怒らせたうちがある。それだけだった。どんなことが起きたのか、どう怒らせたのか、詳しく話す人はいなかった。ただ祖母だけは少し違った。ある日夕飯の後、俺がまた塚の話をすると、祖母はしばらく黙ってからこう言った。昔な、この村で一番大きかった家が、あの塚を壊そうとしたんだ。山を切り開いて畑を広げるためだったらしい。塚が邪魔だった。だから重機を入れて石をどかそうとしたんだ。その日作業をしていた男が言ったらしい。狐なんかいるわけがない。笑いながら祠を倒した。その日の夜、そのうちの犬が一斉に吠え始めた。外を見ると庭の暗闇に何十匹もの狐が座っていた。全部家の方を見ていたらしい。動かない。ただじっと見ていたらしい。祖母はそこで話をやめた。俺が続きを聞こうとすると、祖母は首を振る。これ以上は聞かなくていい。ただね。祖母は小さな声で言った。そのうちはもう残っていないんだ。理由を聞こうとした時だった。外から変な音が聞こえる。コツン、コツン、と窓の外から小さな石が当たる音だった。最初は誰かのいたずらかと思った。でも、祖母の顔が急に固まった。ゆっくりと立ち上がり、窓の方を見ていった。開けないでね。俺は窓の外を見た。庭の暗闇の中に小さな影が並んでいる。それは全部、狐だった。しかも全部がこっちを見ている。庭に並んでいた狐は全部で10匹以上いた。月も出ていない夜だったが、目だけははっきり見えた。暗闇の中で小さな光がいくつも並んでいる。その全部が家の窓を見ていた。祖母は窓から離れ、俺の肩を強く掴んだ。見ちゃダメ。小さな声だった。絶対に外を見ちゃダメだよ。そう言ってうちの明かりを全部消した。そして部屋の中は真っ暗になった。外からは草を踏む音が聞こえる。さわ、さわ。それは庭の草がゆっくりと揺れる音だった。狐が歩いている音だとすぐに分かった。でも数がおかしい。さっきより明らかに多い。草を踏む音があちこちから聞こえてくる。祖母は仏壇の前に座り、小さく手を合わせていた。何かをずっとつぶやいている。
その時だった。コツンとまた窓に石が当たった。コツン、コツン。今度はさっきより強い音だった。祖母が振り返る。開けちゃダメだよ。俺は黙ってうなずく。でも音は止まらなかった。まるで誰かが外から呼んでいるみたいだった。そのうち石の音が止まった。静かになる。そして祖母が小さく息を吐いた。帰ったか。その瞬間だった。窓のすぐ外から、コツン。今度は石ではなかった。ガラスに何かが当たった音。ゆっくりと窓に影が映った。狐ではない。もっと大きい人の形だった。長い影。窓の外に誰かが立っている。でも、この家の庭は堀に囲まれている。門は閉まっている。人が入れるはずがないんだ。そして影がゆっくりと動いた。ガラスに顔を近づける。俺は思わず息を止めた。長い髪の影だった。顔は見えない。でも頭だけ少し傾けて家の中を覗いているんだ。その時祖母が低い声で言った。怒らせちゃったかな。祖母は立ち上がり窓に背を向けた。そして言った。今夜は絶対に外には出ちゃいけないよ。声がしてもダメ。名前を呼ばれても出ちゃいけないよ。その直後だった。外から声が聞こえてきた。小さな声、はっきりと俺の名前を呼んだんだ。外から聞こえた声は、はっきりと俺の名前だった。小さな声、でも間違いなく俺の名前だった。窓のすぐ外からだった。祖母がすぐに言った。返事しちゃダメ。声はもう一度聞こえた。俺の名前をゆっくりと呼ぶ。だがその声はどこかで聞いたことがあるような気がした。少しだけ考えて気づいた。それは祖母の声だった。でも祖母は俺の横にいる。仏壇の前で手を合わせている。そして外の声がまた俺の名前を呼んだ。その時だった。庭から奇妙な音が聞こえた。コン、コン。石を叩く音。何かが石に当たっている。祖母がゆっくりと言った。祠だ。裏山の狐塚。そこにある古い祠。その石を叩く音だと言った。でも狐塚は家からかなり離れている。こんなにはっきりと聞こえる距離ではない。それなのに音はだんだんと近づいてくる。コン、コン、コン。まるで石を叩きながら歩いてくるみたいだった。祖母の声が震えていた。来ないで。その瞬間庭の狐が一斉に鳴いた。聞いたことのない鋭い鳴き声だった。その後急に静かになった。完全な静けさ。何も聞こえない。その時家の玄関で音がした。ガチャッとドアノブがゆっくりと回る音。鍵はかかっている。それでも何度も回る。ガチャ、ガチャ、ガチャ。祖母が小さく言った。開けないで。その直後だった。玄関の外から低い声が聞こえた。人の声ではない。低くて喉の奥で鳴るような声。そしてはっきりと聞こえた。返せ。祖母がゆっくり振り返る。その顔は真っ青だった。そして祖母は小さくつぶやいた。祠を壊したうち、この土地なんだ。
昔狐塚を壊そうとした家、その場所がこの家だった。そして玄関の向こうで何かが笑った。低い声で。玄関の扉を石で叩く音がした。玄関の扉を叩く音は何度も続く。コン、コン、コン。石で叩くような音だった。祖母は仏壇の前から動かない。ずっと手を合わせていた。来ないで、来ないで。小さくつぶやいている。でも外の音は止まらない。コン、コン、コン。だがやがて玄関の音が止んだ。静かになる。その時だった。家の裏の方から土を踏む音が聞こえた。ザッ、ザッと誰かが歩いている。家の横を通って庭に回った。窓の外で足音が止まる。そしてガラスにゆっくりと手が触れた。白い手だった。長い髪が垂れていて顔は見えない。でもその体の後ろに何匹もの狐が座っていた。全部が家を見ている。その時祖母が突然立ち上がった。俺の腕を強く掴んでいった。裏へ行くよ。祖母は台所へと向かった。床の板を一枚外し、そこから古い木箱を取り出した。中には小さな石が入っている。古びた石。祖母はそれを見て震えた声で言った。これなんだ。昔祠を壊したとき、そのうちの者が祠の石を一つ持ち帰った。それを家の守りにするつもりだったらしい。でも、それが間違いだった。祖母は石を握る。その瞬間、外の狐が一斉に鳴いた。窓の外の女がゆっくりと顔を上げる。長い髪の隙間から細い目が光っていた。そして祖母はこう言った。返すしかないね。そう言って玄関へ向かった。俺は止めようとした。でも祖母はそのまま扉を開けた。外には狐が並んでいる。何十匹も。全部祖母を見ていた。祖母は石を両手で持ち、ゆっくりと地面に置く。その瞬間、狐たちが一斉に動いた。石を囲むように集まる。そして、長い髪の女が前に出た。祖母の目の前にまで来る。女は石を見た。そしてゆっくりと祖母を見た。祖母は動かなかった。そのまま頭を下げる。女はしばらく祖母を見ていた。だがやがて小さく笑った。その瞬間後ろにいた狐たちが一斉に祖母へ飛びかかった。俺は叫んだ。でも祖母の姿はすぐに見えなくなった。狐の群れの中に消えていった。それから狐たちは石をくわえて山へ戻っていった。気がつけば庭には何も残っていなかった。祖母も狐もあの長い髪の女も全部消えていたんだ。警察も来た。でも祖母は見つからなかった。ただ一つだけ変わったことがある。あの裏山の狐塚。昔は石が崩れていたらしい。でも今はきれいに積み直されている。そして祠の前に新しい石が一つだけ置かれている。その石には小さく字が彫られていた。それは祖母の名前だった。私は物心ついた時から幽霊が見えていました。幽霊ってそこら中に普通にいるんですよね。意識していないと生きている人間と区別がつかないほどです。
唯一違う点は、周囲と関わりがないところ。会話なんて到底できず、物理的に干渉することもありません。言うなれば、人間の形をした空気がそこにあるなぁといった感じでしょうか。そんなんですから、見えているとはいえ私も支障なく過ごすことができていました。私が通っていた中学校では昔、教室の窓から生徒が落下して亡くなったという事故があったそうです。真意のほどはわかりませんが、そういった噂がある場所には幽霊がいる確率が高い。小学校にもいて慣れていましたから、まあ何事もなくやり過ごせているだろうなと思っていました。私が初めてその教室へ入ると、やっぱりいました。やっぱりいるなぁと思いながら、その幽霊を何気なく見ていた時でした。その幽霊の顔がぐるっと急にこっちを向き、私と目が合いました。え、私のことを見ている？今までそんな経験はありませんから、私はびっくりして心臓が痛いくらいに脈打ちました。さらに恐ろしいことに、じりじりと私の方へ歩いてくるではありませんか。どうしよう、どうしよう。予測不能な事態でパニックとなった私は、その場にへたり込んでしまい、周囲の方の助けで保健室へ逃げて、そのまま早退しました。帰宅する途中、ふと後ろを振り返りました。するとなんと、その幽霊が私の後ろ、二つ目の電信柱のそばに立っていたのです。ついてきてる。走って息も途絶え途絶えで帰宅した私を見て、母は、どうしたの？と心配しています。ですが幽霊がついてきているなんて、どう説明すればいいのでしょう。私には幽霊が見えるなんて、誰にも話したことがありません。今まで無害だと思っていた幽霊が私に取り付くなんて、こんな時にどうすればよいのかわかるはずもありませんでした。幸いにも家の中でその幽霊と遭遇することはありませんでしたが、ろくに眠ることもできぬまま朝を迎えてしまいました。部屋を出て下へ降りると、母が朝食を作っています。おはようと声をかけると、母は私を見るなりこう言いました。あなた、誰？え？と思ったのですが、次の瞬間には、ああ、か、おはよう、と言い普段通りの母でした。もしかして母も見えている？ですが朝は話をする余裕もなく、バタバタと準備をして学校へ向かいました。学校では例の幽霊が私の視界へと入ってきます。幸いにも私を見るだけで他は何もないのですが、それだけでもストレスがたまるものです。私は見えないふりを続けました。学校が終わり、ヘトヘトになって帰って玄関を開けると、そこには母が立っていました。そして開口一番に、あんた誰？とまた言うのです。誰って、私だよ。ただいま。すると母は、知ってる。おかえり。と返しました。もしや、と思った私は、夕食後に母に相談してみました。ねえお母さん、ひょっとして見えてる？しかし母は、何の話？といった調子で話が通じませんでした。しかし何かピンときた私は、これは使えるのかもしれないと感じました。翌日から私につきまとう幽霊と目が合うたびに、あなたは誰？とつぶやいたり、思ったりするようにしました。最初は視界に入れるのも怖かった幽霊ですが、不思議とこの行為を繰り返すたびに恐怖にも薄れてきました。そしてある日、
いつものように登校して幽霊と会ったとき、異変が起きました。幽霊が私の方を見なくなったのです。あの教室から移動もしなくなったようで、他の幽霊のように私が近くに来ても知らんぷり。いつもの平和な日常となりました。私が大人になる現在まで何人かの幽霊が私を認識してきました。その度にこの手法で幽霊に私への関心をなくさせることができています。幽霊について母と話をすることは今のところありません。ですが多分、母も見えているのだろうと思うのです。暗に私へ幽霊への対処法を教えてくれたのだろうと私は今でも思っています。これは僕が小学校2年生の時、夏休みも終わりに近づいた頃の話です。僕は父と2人で海へ出かけました。とは言っても、海水浴に行ったわけではなく、仕事でついでに暇を持て余した僕がただついて行っただけです。用事を済ませ、帰り道の途中、カーナビを見ていた父が言いました。この先におすすめスポットがあるらしいぞ。父はカーナビでいろいろな場所を探すのが好きで、よく情報を調べていました。今回も何やら下調べをしていたようで、僕たちは車を降りてその場所へと向かいました。到着すると、そこは山間の小高い丘になっていて、展望台のような場所にベンチがいくつかありました。今でこそデートスポットになりそうだなぁと思いますが、当時の僕はまだ小学生です。何もないなぁと心では思いつつも、景色はよく見えますし、とても静かで落ち着いた雰囲気がありました。ベンチに座って一休みをしていると、不意に父が言いました。なあ、あそこにあるのって何だと思う？父は少し離れたところを指さして言いました。確かに何かがあるのは見えましたが、ここからでは距離がありすぎてはっきりとわかりません。気になるし、ちょっと行ってみるか？父はそう言って立ち上がり、また歩き出しました。僕もその後に続きます。しばらくすると、何か洞窟のようなものが視界に入りました。イメージ的には防空壕に近いのかもしれません。入り口には扉がありませんでしたが、暗くて中の様子はわかりません。横には、立ち入り禁止という看板が立てられていて、ロープが張られています。しかしそれを無視して父は中へ足を踏み入れようとしています。その瞬間でした。突然強い風が吹いて、中から何かが飛び出してきました。うわっと驚いた父が声を上げます。飛び出してきたものは全部で3個ありました。ちょうど人間の頭の大きさくらいの球体で、色は真っ黒、表面はつるっとした感じです。それらはすべて同じ方向にきれいに並んで転がっていきます。なんだあれ？父がつぶやきました。追いかけてみる？僕がそう聞くと、父は、いや、何か嫌な予感がするから帰ろう。と言ったので帰ることにしました。ところが帰り道にその黒い塊が3個転がっていたのです。僕たちは息を殺して立ち止まり、僕は思わず父の服をつかみました。父は何も言わずに黙ったままです。すると3つの黒い塊はゆっくりと動き始めました。それはまるで空中に浮かんでいるように見え、どんどん小さくなっていきます。1分も経たないうちに、もう肉眼ではほとんど見えないほどになっていました。ほっとする間もなく、今度は地面から3本の長い棒のようなものが生えているのに気づきました。
目を凝らして見つめると、それはどう見ても人の手の形をしていました。そしてそれが急に伸び始めたのです。伸びたと思ったら、続いて腕が、肩が、頭が、ついには全身が現れてしまいました。そこには裸の女性が3人立っていました。見た感じは若そうでしたが、こちらを見て微笑んでいます。不思議なことに、僕はさっきまで感じていた恐怖をすっかりと忘れていました。むしろ安心しているような落ち着く気持ちになっていたのです。女性はこちらへとそのまま歩いてきました。目の前に来たタイミングで父が口を開きます。あなたは誰なんですか？すると女性は笑いながら、私はこの世のものではありません。と言って消えてしまったのです。今となって思えば夢だったのではないかと疑ってしまいます。ですがどうしてもあの時の女性の姿が頭から離れず今日に至ります。関係ないのかもしれませんが、父はその後失踪し行方不明となりました。僕はうる覚えの記憶からあの場所を探そうとしているのですが、どうしても見つけることができません。今でもたどり着けずにいます。今でも山の中で急に静かになると、あの日のことを思い出す。音が消える前には必ず前触れがある。それを知ったのはかなり後になってからだった。その山に入ったのは何度目かの縦走の途中だった。特別な場所でも難所でもない。地元でもよく知られた山域で、危険な話も聞いたことはなかった。登り始めた時はいつも通りだった。鳥の声がして、足元では小さな虫が動いている。風もあり、空気は軽かった。異変は標高を上げてしばらくしてから起きた。気づいたら鳥の声がなくなっていたんだ。1羽や2羽ではない。全部だ。その代わりに自分たちの足音だけが目立つ。やけに大きく、やけに近い。休憩で立ち止まった瞬間、同行者の一人が小さく言った。なあ、静かすぎないか？その言葉で全員が同じことを考えていたと分かった。風は吹いているのに葉が鳴らない。枝も揺れていない。まるで山全体がこちらの様子を伺っているようだった。この時点ではまだ引き返す理由にはならなかった。天候も安定している。体調も問題はない。ただ余計なことはするな。そう無言で言われている感覚だけがそこにあった。あの日の静けさは山が起こる直前の呼吸の止まった時間だった。尾根に出る少し手前で完全に音が消えた。風は感じるのに草も木も鳴らない。自分たちだけが場違いな存在になったようだった。足を止めると不安が膨らむ。
歩いている方がまだ紛れる。誰も口に出さなかったが、全員が同じことを思っていた。ここは長居する場所ではない。そんな空気の中で同行者の一人が軽い調子で言った。なんかさ、山が機嫌悪そうだね。冗談のつもりだったんだと思う。実際笑いも含んでいた。だが、その言葉が出た瞬間、空気が一段沈んだんだ。その直後、風が一気に吹き下ろした。木々が揺れ、枝がぶつかり合う音が一度だけ激しくなった。そしてまた静かになった。誰も笑わなかった。笑える雰囲気じゃなかったんだ。冗談を言った本人も口を閉ざしていた。そしてさらに悪いことが起きた。道の脇に転がっていた古い石だ。苔に覆われ、角が丸くなっている。別の同行者が、なんだこれ、邪魔だな。そう言って軽く蹴った。石は音も立てずに斜面を転がった。普通ならどこかで止まるはずだった。だが、いつまで経ってもぶつかる音がしない。落ちきるまでの時間が明らかに長すぎたんだ。その瞬間、全員の足の裏に同時に嫌な振動が伝わった。山の中から今のは違う、そう言われた気がした。石を蹴ってから道の様子が明らかにおかしくなった。地図では緩やかなはずの登りが急に長く感じる。同じ景色が何度も繰り返される。歩いているのに進んでいない感覚があった。その時、先頭を歩いていた同行者が急に立ち止まった。道が途切れていた。だが正確には道はある。その先が山の中へ溶けているように見えたんだ。霧も出ていない。視界はある。それなのに進むべき方向がわからない。全員が同時に理解した。このまま進めば戻れなくなる。誰からともなくさっき蹴った石の話になった。冗談を言った言葉も思い出された。そこで初めて全員が口を揃えて謝った。山に向かってではない。足元に向かって静かに短く。すると不思議なことが起きた。風が戻った。鳥の声が一羽だけ聞こえた。道がはっきりと姿を現した。俺たちは無言のまま、そのまま下山した。振り返る者はいなかった。下山後、全員が無事だった。怪我も体調不良もない。ただ一つ
共通していたことがある。あの日以来、誰一人としてあの山に入ってはいない。山が起こった理由ははっきりしている。そして山が返してくれた理由も。まだ外に出すほどではないと判断されただけだ。あれは大学の頃の話だ。夏休みに友人と二人で山に登った。有名な山ではない。地元の人が散歩で登るような低い山だ。登山道も整備されていて、危険な場所はほとんどない。昼過ぎに登り始めて、夕方には降りる予定だった。途中までは普通の山だった。木の階段、古い案内板、時々すれ違う登山者。だが山の中腹まで来た頃、人の気配が急に減った。道も少し荒れてくる。その時友人が言った。この先、あんまり人来てないな。確かにそんな感じだった。登山道の横には深い谷がある。木が生い茂って、そこはほとんど見えない。風が吹くと木が揺れて、ゴーッと音が響く。俺たちは少し休憩することにした。道の端に座り、水を飲む。その時だった。助けて。小さな声が聞こえた。俺は顔を上げる。今、なんか聞こえた？友人も同じことを思ったらしい。ああ、聞こえたよ。二人で谷の方を見る。だが誰もいない。木ばかりで人の姿は見えない。俺たちは立ち上がり、谷の方へと近づいた。その時また声が聞こえてきた。今度ははっきりと。助けて！女の声だった。谷の下から聞こえてくる。すると友人が言った。誰か落ちたんじゃないの？俺もそう思った。もし人が落ちていたらすぐに助けないと危ない。俺たちは谷の斜面を覗き込んだ。だが見えるのは木だけだった。そこは深く、ほとんど見えない。その時だった。また声が聞こえてきた。今度はすぐ近くで。助けて！俺たちは顔を見合わせた。声の位置がおかしい。さっきまでは谷の下だったのに、今はすぐ後ろから聞こえてきた。俺たちは同時に振り返る。だが後ろには誰もいない。登山道には俺たちだけだった。さっきの声は確かに近かった。すぐ後ろ、耳の横で聞こえたくらい近い。友人が小さく言う。今、後ろから聞こえてきたよね。俺も同じだった。谷ではない。すぐ後ろだった。だが誰もいないんだ。風だけが山を通り抜けていく。その時また聞こえた。助けて。今度は谷の下だった。俺たちはもう一度谷を覗き込む。だがやっぱり何も見えない。ただ木が揺れているだけだった。友人が言う。声だけ上に響いてるのかな？確かに谷では声が反響する。だが何かおかしかった。距離が近すぎるんだ。それに声がはっきりしすぎている。人が落ちているのならもっと弱い声になるはずだ。その時だった。ガサッと谷の斜面で音がした。俺たちは一斉にそっちを見た。
木の間に何かが動いた。白いもの。人だった。長い髪の女が斜面に立っていたんだ。だがその姿を見た瞬間、俺たちは動けなくなった。女が立っている場所がおかしい。そこはほとんど崖なんだ。普通の人間が立てる場所ではない。しかも女の足は地面についていなかった。少し浮いていたんだ。そして女はゆっくりと顔を上げる。髪の隙間から青白い顔が見えた。そして口を開いた。助けて。その声はすぐ後ろから聞こえてくる。耳元だった。俺は思わず振り返る。誰もいない。だが次の瞬間、友人が突然前に歩き出した。谷の方へまっすぐ、崖の方へ。俺は慌てて叫んだ。おい、行っちゃダメだ。だが友人は止まらない。ふらふら歩きながら小さな声で言った。呼んでるんだ。そして崖の端まであと一歩のところまで行った。友人は止まらなかった。崖の端までまっすぐ歩いていく。足元は崩れやすい土で一歩踏み出せば落ちる。俺は慌てて走った。何やってんだという。だが友人の体は妙だった。力が抜けているんだ。目の焦点も合っていない。友人は谷の方を見たまま言った。呼んでる。下にいるんだ。その瞬間だった。助けて。また声が聞こえた。今度ははっきり。崖の下からではない。俺のすぐ後ろだった。背中のすぐ後ろ、耳の近く。俺はゆっくりと振り返る。今度はそこに立っていた。長い髪の女、青白い顔。そして目だけが異様に黒かった。女は俺のすぐ後ろで崖の下を指していた。そしてまた言った。助けて。その声は下からも聞こえてくる。同じ声、同じ言葉。俺はゆっくり谷を見た。そこで本当に気づいてしまった。谷の底、木の隙間に何かが見えた。白い女の服、地面に倒れている。体は動かない。顔も見えない。だが長い髪が広がっていた。そしてその女は崖の上を指さしていた。つまり今、俺の後ろにいる女を。その瞬間、友人の体が急に軽くなった。腕がすり抜ける。友人は一歩前に出る。そしてそのまま谷に落ちた。ドサッという鈍い音が下から聞こえた。俺はしばらく動けなかった。そして恐る恐る後ろを振り返る。もう女はいなかった。その後救助隊が来た。友人は谷の途中の木に引っかかっていて、命だけは助かった。だが友人は今でも言う。落ちる直前崖の下から何人もの声が聞こえたらしい。同じ声、同じ言葉。助けて。そして救助隊が谷の下を調べたとき、古い骨がいくつも見つかったそうだ。全部谷の下を見上げる形で転がっていたらしい。まるで上にいる誰かに助けを求めるみたいに。あの卒業旅行の帰り道で、俺たちは一人を置いて帰ることになった。置いて帰ったというより、見つからなかったんだ。高校を卒業した3月の終わり、仲のいい4人で
最後の思い出に温泉旅館へ行くことになった。場所は山の中にある小さな旅館だった。派手な観光地ではない。山道をしばらく登った先にある昔から続いているような宿だった。夕方に到着して車を降りた時だった。旅館の玄関の横に古い石の地蔵が並んでいるのが見えた。5体。全部同じ形で同じくらいの大きさ。ただ1体だけ首に赤い紐が巻かれていた。なんだこれ。友達の健太がそう言ってしゃがみ込んで見ていた。その時、旅館の人が玄関から出てきた。いらっしゃいませ。俺たちは普通に挨拶をして中へ入った。そのついでに健太が聞いた。外の地蔵って何なんですか？旅館の人は一瞬だけ表情を止めた。そしてすぐに笑ってこう言った。昔から置いてあるものなんです。それ以上は説明しなかった。少し気になったが、深く聞くほどでもない。俺たちはそのまま部屋へと案内された。夜は楽しかった。温泉に入って、飯を食って、部屋でジュースを飲んだ。卒業したばかりで、みんなこれから別の場所に行く。大学、専門学校、就職。だからこそこの旅行が最後だった。夜11時頃、そろそろ寝ようかという話になった時、翔がふと窓の外を見た。なあ。小さな声だった。今さ、誰か外歩いてなかった？俺たちは窓の方を見た。だが外は真っ暗だった。旅館の裏はすぐ山になっている。街灯もない。気のせいだろ。俺がそう言った。翔も、かもな、と言ってそのまま布団に入った。それからしばらくしてみんな寝た。そして夜中、俺は物音で目が覚めた。部屋の中は暗い。時計を見ると2時を少し過ぎていた。その時気づいた。布団が一つ空いている。翔の布団だった。トイレかと思いふと窓を見ると、襖の隙間から外が見えた。その窓の外に小さな影が立っていたんだ。子供くらいの背の高さ。じっと部屋の中を見ていた。首のあたりに赤い紐が揺れている。玄関にあったあの地蔵と同じ紐だった。そしてその影の横に翔が立っていた。まるでその子供に呼ばれているみたいに。窓の外に立っていた翔はじっとその小さな影を見ていた。夜の山は真っ暗だった。月も雲に隠れていて、外はほとんど何も見えない。それでもその影だけははっきりと見えた。子供くらいの背の高さ。そして首のあたりに赤い紐。俺は布団から体を起こした。翔、何してんだ？と俺が小さく声をかけた。そして翔はゆっくりと振り向いた。でも顔がどこかおかしかったんだ。焦っているわけでも驚いているわけでもない。ただぼんやりとしていた。外にさ、子供がいるんだ。翔は静かな声で言った。その瞬間俺は窓の方を見た。でもそこにはもう何もいなかった。山の斜面と木の影だけだった。誰もいねえよ。とそう言ったが、翔は首を振った。いや、さっきまでいたんだ。そして窓を少し開けて外を見た。冷たい山の空気が部屋に入ってくる。
翔はしばらく外を見ていたが、やがて窓を閉めて布団に戻った。夢かもな。そう言ってそのまま寝てしまった。俺も気にしないことにして、また眠りについた。朝になった。旅館の朝は静かだった。山の鳥の声が聞こえてきて、空気も冷たい。俺たちは朝飯を食べて、チェックアウトの準備をした。玄関で靴を履いている時だった。健太が地蔵の棚を見てこう言った。なあ、これ昨日と向き違くない？俺はそっちを見た。5体の地蔵が並んでいる。確かに昨日と少し向きが違う気がした。そして1体だけ赤い紐の地蔵が正面ではなく旅館の入り口の方を向いていた。まるで誰かを待っているみたいに。俺たちはそのまま車に乗った。帰りは俺が運転することになった。山道を下りながらみんな少し眠そうだった。すると後ろの席から翔が小さく言った。なあ、さっきの地蔵さ、4体じゃなかった？俺はバックミラーで翔を見た。いや、5体あっただろう。そういった瞬間だった。ガンと大きな衝撃が走った。ハンドルが急に重くなり、車が横に揺れた。急ブレーキを踏んで何とか車を止める。心臓が激しくなっていた。車の前を見ると、道の真ん中に小さな石の地蔵が倒れていた。首に赤い紐が巻かれていたんだ。車の前に倒れていたのは小さな石の地蔵だった。首には赤い紐が巻かれている。俺たちは全員車から降りた。山道は静かだった。車も通らない。こんな場所に地蔵があるはずがない。健太がゆっくりと近づく。これって、さっきの旅館のやつじゃねえか？確かにそう見えた。同じ大きさ、同じ形。そしてあの赤い紐。俺は急に嫌な感じがしてこう言った。触っちゃダメだ。もう行こうぜ。だが健太はもう地蔵の前に立っていた。その時だった。後ろから翔の声がした。いた。子供がいる。振り向くと翔が山の斜面を見ていた。俺たちもそっちを見る。木の間に小さな影が立っていた。子供くらいの背の高さ。それはじっとこちらを見ている。そしてその影はゆっくりと手を挙げた。まるでこっちへ来いと言っているみたいに。ダメだ、行っちゃダメだ。だが翔はもう歩き出していた。おい、翔、行くなって。止める間もなく翔は斜面を数歩登った。その瞬間だった。足元の土が崩れた。翔の体が斜面の下へ落ちた。転がる音がし、俺たちは慌てて駆け寄った。だが斜面の下には誰もいなかったんだ。翔の姿が消えていた。そして俺たちは警察を呼んで、旅館の人も来た。山を何時間も探したが、翔は見つからなかった。ただ一つ見つかったのは翔の靴だった。その横の土に小さな足跡が残っていた。裸足の足跡。子供のものだった。それは山の奥へと続いていた。数日後、旅館から電話があった。あの地蔵ですが、旅館の人は静かな声で言った。あれは昔、この山で亡くなった子供のために置いたものなんです。そしてこう続ける。
5体あるのは理由があるんです。代わりに連れて行く人がいると、赤い紐の地蔵が動くと言われています。俺たちは4人で卒業旅行に行った。でも帰ってきたのは3人だった。そして今でも、あの旅館の玄関には地蔵が5体並んでいるらしい。ただ赤い紐の地蔵だけは、時々向きが変わるそうだ。まるで、次に連れて行く人を探しているみたいに。あの旅館に泊まった夜のことは、今でも思い出すと背中が重くなる。仕事の出張で山奥の温泉街に行った時の話だ。観光地というより、昔ながらの静かな温泉街で、夕方になると人通りもほとんどなくなる。会社が予約してくれていたのは、川沿いに建っている古い旅館だった。大きくはないが木造の建物で、玄関に入ると木の匂いがする。おかみに案内されて、2階の奥の部屋に通された。お風呂は1階の奥です。庭に露天がありますので、よかったらどうぞ。そんな説明を受けて荷物を置いた後、俺は少し旅館の中を歩いてみることにした。廊下は静かだった。古い木の床が歩くたびに小さくきしむ。廊下の突き当たりにガラス戸があった。そこから庭に出られるようになっている。外に出ると夜の空気がひんやりとしていた。小さな庭で石灯籠が一つ。その奥に露天風呂があるらしく、湯気がうっすらと見えた。だがその手前にもう一つ気になるものがあった。それは古い井戸だった。石で囲まれた小さな井戸。木の蓋がしてあって、上には錆びた滑車がついている。今は使われていないのはすぐに分かった。ただ、なぜかその井戸の周りだけ地面が濡れていたんだ。今日は雨なんて降っていないし、庭の他の場所は乾いているのに、井戸の周りだけが黒く湿っている。近づいてみると、蓋の隙間からひんやりとした空気が出ていた。その時だった。後ろから声がした。その井戸、覗かない方がいいですよ。振り返ると、中江の女性が立っていた。40代くらいだろうか。浴衣姿で湯上がり客のタオルを持っている。俺は少し笑って言った。使ってない井戸ですよね。中江はすぐに答えなかった。井戸を見てから俺を見た。それから小さく言った。昔、落ちた人がいるんです。事故ですか？そう聞くと中江はゆっくりと首を振った。そして少し間を空けてからこう言った。中から引っ張られたそうです。冗談だと思った。山の旅館だし、そういう話の一つくらいあるんだろう。俺は笑って、じゃあ、覗かないようにしますね。そう言ってその場を離れた。ただ部屋に戻ってからも、なぜか井戸のことが頭に残っていた。布団に寝転んでいると、庭の方から小さな音が聞こえてくる。水の音だった。ポタポタと井戸の水が落ちるようなゆっくりとした音。最初は気にしなかった。けれど夜が深くなるほどにその音ははっきりと聞こえてくる。ポタポタポタ。その音に混じってもう一つ、水をかくような音が聞こえ始めたんだ。まるで井戸の底で誰かが手を動かしているような音だった。夜中の2時くらいだったと思う。ふと目が覚めた。理由はすぐに分かった。あの音だ。
庭の方から聞こえていた水の音がさっきよりはっきりと聞こえてくる。ゆっくりとした水滴の音。ただそれだけではない。今はもう一つ混じっているんだ。ザブ、ザブと水をかくような音だった。最初は誰かが露天風呂に入っているのかと思った。だが音は風呂の方ではない。井戸の方から聞こえてくるんだ。俺は布団の上でしばらく耳を澄ましていた。音は止まらない。むしろさっきより近く感じる。ザブ、ザブと井戸の中で誰かが水をかいている。そんな想像が頭に浮かんだ瞬間、さすがに気味が悪くなった。俺は起き上がり、カーテンを少しだけ開けた。庭が見える。石灯籠の明かりがぼんやりと地面を照らしている。その奥に井戸。最初は何も見えなかった。ただ井戸の周りだけ黒く濡れているんだ。その時だった。井戸の木の蓋がゆっくりと動いたんだ。カタン。音は小さい。でも確かに動いた。俺は目を凝らした。蓋がほんの少しだけずれている。誰かが中から押したみたいに。次の瞬間、井戸の中から白いものが出てきた。最初は布かと思った。だが違う。それは人の手だった。水で濡れた細い手。指が井戸の縁にかかる。そしてもう片方の手も出てきた。井戸の中から誰かが上がろうとしている。俺はカーテンを閉めようとした。その時はっきり見えてしまった。井戸から出てきたその手は、井戸の縁を掴んだまま動かなかった。まるで誰かを待っているかのように。そして次の瞬間、その手がゆっくりと持ち上がった。井戸の中からではない、庭の方に向かってまっすぐ。そして俺の部屋の窓に向かって呼ぶように手招きをしていた。俺は思わずカーテンを閉めた。心臓の音がうるさい。さっき見たものが頭から離れなかった。井戸から出てきた手、そして窓に向かってゆっくりと動いた指。あれは確かに俺を呼んでいた。気のせいだと思おうとした。山の旅館だ。暗い庭を見て錯覚しただけかもしれない。俺はそう思いながら布団に潜り込んだ。だが数分もしないうちにまた音が聞こえ始めた。ポタッ、ポタッと水滴の音。そして、ザブ、ザブ。今度はさっきより大きい。まるで水の中から何かが上がってくるような音だった。その時、コンと小さな音がした。俺の部屋の窓だった。コン、また鳴った。何かが窓を叩いている。俺はゆっくりと顔を上げる。カーテンの向こうに人影が見えた。庭に誰かが立っている。背の低い影。髪が長くて顔は見えない。ずぶ濡れのまま窓のすぐ外に立っている。そしてまたコンと窓を叩いた。そしてゆっくりと腕が上がる。その手が窓ガラスにぴったりと張り付いた。水で濡れた手形が広がり、そのまま指がゆっくりと曲がった。掴むように。その瞬間、ガタンと窓が大きく揺れた。外からものすごい力で引っ張られた。俺は反射的に布団から飛び起きた。だが次の瞬間、足首に何かが絡んだ。冷たい、水に浸かったような手。見下ろすと、布団の中から濡れた腕が出ていた。井戸の水の匂いがした。腕は俺の足首を掴んだまま、ゆっくりと布団の奥へと引きずり込もうとしている。俺は必死に足を振った。叫びながら布団を蹴り飛ばした。
その瞬間腕は離れていった。俺は朝になるまで一睡もできなかった。そして夜が明けてすぐその旅館を出た。帰り際玄関でおかみに聞いてみた。庭の井戸のことを。おかみは少し黙ってからこう言った。昔、宿泊のお客様が一人いなくなりましてね。井戸の中から見つかったんです。それだけ言っておかみは話を終わらせた。ただ帰る直前、庭をもう一度見たとき、俺は気づいてしまった。井戸の木の蓋、そこに新しい手形がついていた。水で濡れた人の手の跡。それが二つ並んでいた。一つは小さい。もう一つは俺の手と同じ大きさだった。最初におかしいと感じたのはあの日の土の匂いだった。演習場はいつも乾いた砂の匂いしかしないのに、その日は湿った木の皮みたいな甘い匂いが漂っていた。舞台で行軍していた時、隊列の端で俺は小さな箱を踏んだ。手のひらに収まるほどの古い木箱で、誰かが埋めていたものが雨で出てきたように見えた。俺はそれを拾い上げた瞬間、なぜか周囲の音が一瞬だけ引いた。風も足音も全部が遠のいて自分の呼吸だけが耳に残った。箱は軽いのに中で何かが転がる感触があった。開けるな、と直感が告げていたが、その理由は言葉にならなかった。ただ持ち歩いてはいけないものを掴んでしまった感覚だけが残る。隊に合流すると、後ろから歩いてきた同期の榊が眉を潜めた。なんか、匂わないか？榊は鼻を押さえ、俺の手元をじっと見つめた。その視線が箱の存在を明確に捉えているようで、とっさに背中のポケットへ隠した。その頃から、タイの雰囲気が妙にざわつき始めた。無線はノイズだらけになり、指示が届かず休憩地点がずれ、さらに二人が軽い転倒で腕を痛めた。小さな事故が重なるたびに、俺はポケットの箱がわずかに震えているような錯覚を覚えた。日が傾き、撤収の時間が近づいた頃、榊が急に立ち止まり、演習場の奥を見つめた。なあ、あれ、ずっとついてきてるの見えるか？視線の先には、人影のような黒い塊が立っていた。距離は離れているのに、形が妙にくっきりとしていて、誰かがこちらに顔を向けているようだった。その瞬間、ポケットの中でコトリと音がした。木箱の蓋が勝手に動いた気がしたんだ。演習場を離れるほどに、あの黒い塊との距離は開いていくはずだった。なのに振り返るたび、形はさっきより近くなっているように見えた。全員で移動しているのに、視界に入るのは俺の真正面ばかり。まるで俺だけを狙って寄ってくるみたいだった。ポケットの木箱は歩くたびに小さく音を立てた。乾いた石が転がるような軽いけれど嫌な響き。返そうと思えば思うほど指先がポケットに触れるのを拒むように震えた。休憩地点に戻ると教官の顔色が変わった。おいお前ら、誰だここに何か持ち込んだのは。そんなはずはない。演習場に落ちていたのはただの箱だ。なのに教官は、まるでそこに人以外のものが紛れ込んでいるかのような視線で、周囲を見回していた。その直後、榊が倒れた。呼吸はあるが目がうつろで焦点が合っていない。肩を掴んだ俺の手にじわりと冷たい汗が伝わった。榊の唇がかすかに動いた。
返せ。戻せ。ついてきてる。榊の視線は俺の胸元、つまり木箱の位置に向いていた。その目は榊のものではなく、誰か別のものに覗き込まれているような深さだった。俺は怖くなり、木箱を取り出そうとポケットへ手を入れた。その瞬間、箱が内側からトンと叩かれた。まるで小さな手のひらが必死に外へ出ようとしているような衝撃だった。手を離したくても指が言うことを聞かなかった。木箱は勝手に揺れ始め、蓋がかすかに浮いた。そして中から乾いた息が漏れたような音がした。基地へ戻るために車両へ乗り込むと、異変はさらに加速した。エンジンの振動に合わせて木箱が脈打つように震え、車内の空気は妙に重く圧迫されている感じがした。車窓の外には誰もいないはずの演習場の道。だが暗がりの中、黒い塊が等間隔で立ち続けていた。一つ、また一つ。俺たちを見送るようでもあり、追いかけてくるようでもあった。榊はずっと目を開けたまま動かなかった。その目に俺の姿ではなく、後ろに立つ何かが映っているようで吐き気がした。やがて車両は基地に着いた。でも降りた瞬間、俺は悟った。どこまで来てもあれは離れていなかった。ポケットの木箱が今度は自分で蓋を押し上げようとしていた。基地に着いた瞬間、空気は演習場よりも重く湿っていた。本来なら機体後の手順が淡々と進むはずなのに、その日は全員が言葉を失っていた。特に榊は誰に触れられても反応せず、ただ一点、俺の胸元だけを見続けていた。木箱の蓋はもう半分ほど開いていた。中に何かがいるというより、外に出ようと体を押し付けてきている感触が指先へ伝わった。俺は気味悪さを振りほどこうと、駆け足で倉庫の裏の暗がりへと逃げた。そこでようやく箱を地面に叩きつけた。乾いた音が響き、蓋が完全に開いた。中には丸くなった石のようなものが一つ。ただそれを見た瞬間、体が勝手に後ずさった。石じゃなかった。握りしめたまま固まった小さな拳だった。手首から先だけの小さな子供の手。見た瞬間、胸が締め付けられ呼吸が浅くなった。その手がゆっくりと開いた。そして俺に向かって指を一本だけ伸ばしたんだ。次の瞬間、背後から榊の叫び声がした。振り返ると、榊が膝から崩れ落ちていた。両腕を抱え、何度も首を振りながら、俺の横にある子供の手を見ていた。連れてくるな。戻ってくる。後ろにいる。榊の目は完全に濁り、焦点がどこにも合っていなかった。俺が駆け寄ろうとした瞬間、木箱の中の手が地面に落ちた。落ちたそれは、まるで地を這うように動き出した。指を使い、カサカサっと速い音で近づいてくる。逃げようとしたが足が動かなかった。喉の奥がひりつき、息が吸えず、視界が揺れた。その時榊の体が異様にのけぞり、胸元から黒い影のようなものが引きずり出された。人の形をしていない滲んだ炭の塊。それが木箱の中に戻りながら榊の体を引っ張っていった。榊は抵抗もできず、ずるずるっと地面をすりながら影に飲み込まれていった。最後に榊の手だけが地面を掴んだが、影がすべてを覆い隠し、榊の声も姿も完全に消えた。影が消えた後、木箱は静かに閉まった。何事もなかったかのように。
だが足元を見ると、もう一つ手があった。小さな子供の手ではない。大人のさっき飲まれた榊の手だった。それがゆっくりと開き、俺を指した。次はお前だというように。あの日の案内は最初から胸の奥がざわついていた。不動産会社に入って3年、内見なんて毎日のことなのに、あの倉庫だけは違っていた。朝一番店長に呼ばれた。B 地区の倉庫、今日はお前が行ってくれ。奥の区画は案内するなよ。なぜだか理由を聞いても、店長は首を振るだけだった。奥という言葉だけが妙に重く残った。その倉庫は山のふもとにポツンと立っていた。鉄の外壁はところどころ剥がれ、入り口のシャッターには古い錆が浮いていた。お客様は30代の男性で、静かな口数の少ない人だった。広さだけ見られればいいので。そう言って、俺の後ろを淡々とついてくるだけだった。鍵を回すと、金属がきしむ音が長く響いた。倉庫の中は想像よりも広く、天井の蛍光灯は半分ほど切れていた。けれど、妙に空気が冷たかった。ちょうど冷蔵庫の中に入ったような湿り気のない冷たさだった。一通り案内を終え、出口へ向かおうとした時だった。背後で、コトッとかすかな音がした。倉庫の奥、店長が行くなと言ったあの区画からだ。お客様が小さく言った。今、誰かいました？俺はかすかに笑ってごまかした。いえ、誰もいませんよ。ただの物音じゃないですか。そう言いながらも、奥が気になって仕方なかった。ふと視界の端で影が動いた。奥の区画の薄暗い角、ほんの一瞬、誰かが覗いたように見えたんだ。目を凝らすと、そこにはただ暗闇が広がるだけだった。あそこ、行ってみてもいいですか？なぜだかその声色が普段より低く感じた。店長の指示が頭をよぎる。奥は案内するな。理由は聞いていない。でも、行ってはいけない場所だという確かな気配だけは足元から這い上がってくるように分かった。すいません。あの奥は立ち入り禁止なんです。そう言うと客は少しだけ首をかしげた。その表情が何かを知っている人間のように見えて、不自然な静けさが倉庫に落ちた。だがその瞬間奥の闇から、カタンと明らかに誰かがいる音が響いた。俺たちは同時にそちらを見た。薄暗い区画の入り口、その手前の床にだけ小さな泥の足跡がいくつも並んでいたんだ。さっき入った時はそんなものはなかった。そして足跡は奥へ続いていた。泥の足跡はまっすぐ奥の区画へと伸びていた。大人のものでも子供のものでもない。形が少し崩れた奇妙な足跡だった。生き物の足にしては指が多すぎる。でも靴の跡にも見えない。人なのか、人じゃないのか、それすら判断できない形だった。客が小さく息を飲んだ。さっき、誰も奥へ行ってませんよね。声は落ち着いているのに、目だけが強く闇を見つめていた。行ってませんよ。あの奥は鍵が壊れていて、危ないんです。とっさに口から出た嘘だった。でもそう言うしかなかった。あの足跡の主がまだ奥にいると思うと、足が勝手に震えていた。
倉庫全体が急に静まり返った。風も止み、蛍光灯の光だけが薄く揺れている。なのに、奥の暗闇だけが別の空気をまとっているようだった。まるでそこだけ別の場所につながっているみたいに。聞こえませんか？耳を澄ませると、かすかにゴソゴソっと何かが動く音がした。布を引きずるような湿った音。それが少しずつ手前へ近づいてきている。店長の注意が脳裏で強く響く。奥には入るな。案内するな。絶対だ。理由を知らないまま働いてきたけれど、今ならわかる。この倉庫は何かを閉じ込めている。そして閉じ込めているということは、そこにいるということだ。俺はお客様の腕を軽く引いた。外に出ましょう。今日はここまででいいと思います。できるだけ穏やかに言ったつもりだが、声がわずかに震えていた。しかしお客様は動かなかった。奥から続く足跡をじっと見つめている。あの足跡、誰がつけたんでしょうね。その声は落ち着いているのに、どこか遠くのものを聞いているようだった。その時奥の暗闇からかすかな呼吸が聞こえた。生きているものの呼吸ではない。乾いた、深い喉の奥で擦れるような、聞いてはいけない種類の音だった。お客様が小さく笑った。やっぱり、いるんですね、ここ。背筋が冷気で張り詰めた。その一言は、現状を理解している人間のものではなかった。まるで、前から知っていたような響き。ゴソゴソっと音が手前の光の境目まで来た。暗闇の奥、影がゆっくりと立ち上がる気配がした。その瞬間、倉庫の蛍光灯が一斉に明滅した。次の1秒で何が起きたのかわからなかった。ただ一つだけ確かだったのは、奥から誰かがこっちへ歩いてきているということだけだった。暗闇から近づく足音はゆっくりなのに重く響いた。まるで一歩ごとに床が沈むような感覚だった。蛍光灯はまだ明滅を続けていて、影が何度も伸びたり縮んだりした。俺はお客様の腕を掴んだ。外に出ましょう。本当に危ないですよ。必死に引っ張るが、お客様は微動だにしなかった。まるで床に根を張ったように、俺の力では動かせなかった。足音が止まる。倉庫全体が静まり返り、呼吸をするのもためらうほどの静けさだった。その一瞬の後、蛍光灯がパチンと消えた。真っ暗。何も見えないし、音だけが近い。耳元で、ずるっと湿った何かが伸びる音がした。俺は反射的に後ずさり、壁にぶつかった。暗闇の中でお客様の声が低く響いた。ようやく来ましたね。その声はもはや人間の響きではなかった。あの静かな男性の声とは別物だった。低く、太く、何かを押しつぶしたような音の塊。蛍光灯が一瞬だけついた。その一瞬で奥にいたものが見えた。白い布のようなものを全身に巻きつけ、腕とも足ともわからない形をした塊。顔らしき部分は黒くえぐれ、ただそこだけが深い穴になっていた。その穴が俺をじっと見ていた。光が消える。次の瞬間、お客様がものすごい力で俺を押した。バランスを崩し床に手をついたが、そこに何か湿ったものが触れた。冷たくて、細くて、動いている。指のようだった。だけど本数が多すぎる。俺の手首に巻きつき、じわりと締め付けてくる。
連れて行け。暗闇の中、お客様、いや、客だった者の声が響いた。俺じゃない。こいつだ。ずっと探してたんだろ一瞬呼吸が止まった。ようやく理解できた。お客様は最初から人間ではなかった。案内を求めてきたのも、倉庫を見たかったのも、すべてこの瞬間のためだった。腕に巻きつく指がさらに締まる。骨がきしむ音が聞こえた。痛みで叫ぼうとしたが声が出ない。息が詰まり、視界が滲む。奥で乾いた笑い声のような音がした。その音に合わせて指が俺を引っ張る。闇の奥へ、奥へと。床の向こう側に落とされるように体がずるずると引きずられていく。足元が消えた。まるで床下に別の空間が開いているみたいに、そこに俺の体が沈み込んでいく。最後に聞こえたのはお客様の声だった。穏やかな最初に会った時の声。ありがとうございます。ようやく戻れますよ。次の瞬間、俺の体は奥へ完全に引きずり込まれた。もう光には戻れなかった。思い出すだけで耳の奥がじんと重くなる。あの夜店の洗車機で起きたことは、ただの見間違いでは済まなかった。仕事が終わり、閉店作業をしていた頃だ。店の裏にある自動洗車機が、急にウィーンと起動する音を立てた。電源は切ってあるはずだった。しかも洗車用のゲートがゆっくりと上がり、真っ暗な内部が口を開けたように見えた。最初は機械の誤作動だと思った。だけど次の瞬間、洗車機の中からパシャッと水の弾ける音が聞こえた。誰かが入っているみたいだった。俺は恐る恐る近づき、入り口の横にある手動停止ボタンを押そうとした時だ。内部の照明がふっとつき、白い光が奥を照らした。そこで見えた。ブラシの影に人影が立っていた。こちらに背を向けて首を少し傾けた姿勢。シャワーの水を浴びながら全く動かない。俺は息を飲んだ。閉店後に敷地に入れる人間なんていない。鍵は俺が閉めている。誰だ？声は出たのに、喉の奥が痺れたように震えていた。返事はない。ただ人影は洗車機の奥に立ったまま、少しも揺れなかった。もし客なら止めないといけない。そう思って一歩踏み出した瞬間、内部のブラシがゆっくりと回り始めた。ゴー、ゴーと鈍い音。人影の周りをなぞるようにブラシが回っても、その影は倒れなかった。体を支える素振りすらしない。あまりに不自然だった。照明が再び明滅した。その一瞬、影の頭がゆっくりこちらへ向いた気がした。心臓が跳ね足が止まった。明かりが戻ると、影の姿がわずかに手前へ移動していた。まるで一つ分だけ近くに寄ってきたかのように。奥に立っているはずの影の足元から水が手前の床へゆっくりと流れ出している。その水が影の形を縁取るみたいに濃く伸びてくる。このまま近づいたらまずい。そう思った瞬間、洗車機のゲートが突然ガシャンと閉まった。視界が途切れ、影の姿は見えなくなった。だが、ゲートの向こうで続いていた音だけが恐怖を倍増させた。中で水が跳ねる音、ブラシが濡れた布を叩く音、そして、カン、カン、カン。ゲートの裏側を指の関節で軽く叩くような音。
まるで中にいる誰かが外へ出ようとしてるみたいに。ゲートの裏側を叩くカン、カンという音は一定の間隔で続いていた。金属越しに伝わるその振動が足元までじわじわ響いてくる。俺は迷った。開けるべきか、閉じたままにすべきか。ただあの影が人ではないとうすうす感じていた。もし本当に客だったなら、叩く力はもっと強いはずだ。あんな乾いた軽い音ではない。店内に誰もいない閉店後、洗車機の中に勝手に入る理由なんてない。それに影の異様な動かなさ。水の中でも倒れない姿勢。どれも人間のそれとは違っていた。覚悟を決めてゲートの横の操作盤を見ると、非常停止ランプだけが赤く点滅していた。通常ならランプがついた時点で内部は停止しているはずだ。だが中からはまだブラシの回転音が聞こえる。何かがおかしい。停止ボタンを押した瞬間、内部の音がピタリと止まった。叩く音も消え、洗車機の中は急に静まり返る。数秒だけ沈黙が続き、その後ゲートの下の隙間から冷たい水がスッと流れ出してきた。ただの排水ではない。温度が異様に低い。さっき見た影の足元が形になっていた水と同じだ。嫌な予感のまま、俺はしゃがんで覗き込んだ。ゲートの向こう、そこに黒い影が真下からこちらを見ていた。ただの影ではない。水に濡れた紙の塊が床に張り付き、その隙間から覗くように黒い穴のような顔の位置があった。俺は反射的に後ずさった。ゲートの隙間から影が少しだけ動き、濡れた手の形をした水の跡が床に広がった。怖くなり、近くの道具棚にあった懐中電灯を掴んだ。明かりをゲートの下へ向けて再び照らした。だがそこにはもう影はなかった。水だけがゆっくりと奥へ引いていく。心臓の鼓動が耳の中で爆音のように響いた。それでもこのまま放置するわけにはいかない。他に誰が残っているわけでもないし、確認しないと気が済まなかった。ライトを握りしめ、操作盤の手動開放を押した。ゲートがゆっくりと上がり、洗車機の内部があらわになった。ブラシは停止したまま、シャワーのノズルからは水滴が落ち続け、床に波紋を作っている。しかし影はいない。本当に見間違いだったのか。そう思って一歩踏み込んだ瞬間、背後でゲートがガシャンと大きな音を立ててしまった。反射的に振り返ると、閉じたゲートの反射に自分の背中とは別のシルエットが立っていた。しかも、それはゆっくりと俺の頭の方へ顔を寄せてきていた。ゲートに映ったもう一つの影は、俺の背後に張り付くように立っていた。顔は映らない。ただ水気を帯びた黒い輪郭だけが、俺の肩の横で揺れていた。息が止まりそうになった。振り返りたいのに足が固まって動かない。ゲートの向こう側には誰もいない。なのに反射の中だけに影がいる。影はゆっくりと首を傾けた。無音のままこちらを覗き込むように角度を変えていく。ゲートの反射には影の輪郭が強く映るのに、振り返っても実体は見えなかった。いるのにいない。その理解がじわじわと頭に広がり、背筋の奥まで冷えていく。逃げ出そうと後ろへ下がった瞬間、影も反射の中で全く同じ動きをした。俺が一歩下がれば、影も一歩前に寄ってくる。明らかに俺に合わせて動いている。その時、洗車機の天井でノズルがカチリと音を立てた。自動で動くはずのない装置が
勝手に角度を変えていたんだ。次の瞬間、冷水のシャワーが頭上から勢いよく落ちてきた。目を開けられないほど強い水圧。声を出そうとしても、口の中まで冷水が流れ込んで、息が吸えなかった。必死に顔を上げたとき、ゲートの反射の中の影が変わっていた。輪郭が俺のすぐ後ろに張り付く。肩に重いものを置かれたような感覚が走る。誰かが水を浴びながら真後ろで顔を寄せている。反射の中で影の頭が俺の首元に触れた。ぞわりとした冷たい感触。息が止まった。影はそこで止まらず、さらに首を傾け、俺の耳元へゆっくりと顔を寄せてきた。水の音しか聞こえないのに、口を開ける動きだけがはっきりと見えた。その瞬間、背後でカンと軽い金属音。洗車機の最奥から聞こえたその音に合わせるように、影が一気に俺の肩へ覆いかぶさるように密着してきた。恐怖で足が崩れそうになりながら、俺は反射の中で影の形を必死に追った。その影は、もう俺の後ろには立っていなかった。輪郭が溶けるように俺の体へ沈み込み、背中の中心から黒い水滴が静かに落ちていく。自分の体温が奪われていく感覚だけが鮮明だった。ようやくシャワーが止まり、ゲートが自動で開いた。その瞬間、影の感触もスッと消えた。だが洗車機から出たとき、足元の水たまりに別の足跡が並んでいた。俺の靴とは違う裸足の足跡が。どこにもいないくせに、確かに洗車機から一緒に出てきた足跡だった。あれは今思い返しても、山に踏み入る前から決まっていたみたいな嫌な予感があった。友人と二人で地元で有名な渓谷の散策コースを歩いた日のことだ。観光地ってほど整備されていなくて、山道というよりただ獣が通った後を人がなぞっただけみたいな細い道。夕方になると霧が降りてくる場所で、地元の人が日が傾いたら絶対に奥まで入るなと念押ししてきたのを覚えている。理由を聞くと言いづらそうに口を濁して、影だけのやつが通る、そんな言葉をぼそっと残したんだ。俺も友人も笑って流した。そんなのただの昔話だと思ったんだ。でも思い返せばあの時点で山の空気は変に湿っていて、周囲の音が妙に吸い込まれるみたいに弱かったんだ。鳥の鳴き声も川の音も、いつもなら聞こえるはずの自然の音がどこか遠かった。耳の奥に残ったのは自分たちの靴が土を踏む音だけだった。進むほどに霧は濃くなり、木々の輪郭がゆっくり消えていく。その時、ふと前を歩く友人が立ち止まったんだ。足元の土がわずかにへこんでいた。踏み跡のように見えたが大きすぎた。人間の2倍はある。しかも指の形が異様に長い。俺は冗談で、クマかなんかだろと笑おうとしたが、声が喉の奥で引っかかった。その後には影がなかったんだ。太陽はまだ沈んでいないし、木々の影、俺たちの影、荷物の影、全部あるのに。その巨大な踏み跡だけ影が落ちていなかった。その瞬間、霧の奥で何かの影だけが横切った。
地面に形が走ったのに実体がなかったんだ。あの時の胸のざわつきは今も体に残っている。霧が濃くなったせいで自分たちの影までぼやけていく中、影だけの何かが動いた。あの瞬間から山の空気がひっくり返ったように静まり返った。友人が小さく息を飲んだ。俺も喉の奥が渇いて飲み込み方すら忘れていた。あれが気のせいに思えないほどはっきりと地面を滑るように形が動いたからだ。俺たちはしばらく動けずにいると、不意に背後の木々がざわついた。誰かが木の皮をなぞったような低く湿った音。風ではなかった。霧が逆方向へ押し戻されるように揺れていた。嫌な予感がしてゆっくり振り返る。そこには何もなかったはずだった。目を凝らすと霧の奥に影だけが立っていた。輪郭は人の形をしているようで明らかに違う。肩が異様に盛り上がり、首がほとんどなく、頭の部分が横に広かった。それは角のように見えた。だがどれだけ霧が揺れても影だけがぶれない。実体がないのにそこに固定されているみたいに。友人がかすれた声で、あれ、見える？と問うてきた。俺はうなずいた。その直後、影がゆっくりと形を傾けた。まるでこっちを覗き込むように角度を変え、動いた影の輪郭に合わせて足元の土がかすかに沈んだ。重さだけがある。実体はないのに地面が応える。そんな不気味な現象を理解した瞬間、背筋が冷えた。影は一歩こちらへ向かってきた。その動きに合わせて木々があっされる音が生まれた。音だけは大きな何かが通っている高さ。目に映るのは影だけなのに空間だけが歪んでいた。友人が消え入りそうな声でこう言った。戻ろうぜ。俺もうなずいた。ただ歩き出すと影の足音だけが少し遅れて追うように響き始めた。一定の距離を保ちながら絶対に離れない重たい歩幅。その時、山のどこまでが安全でどこからがそいつの領域なのか全くわからなかった。山道を引き返すたびに背後からついてくる足音だけの重さが土の振動として伝わってきた。影は霧に溶けるように姿を変え、形が一定ではない。人の肩幅より広い瞬間もあれば、四つん這いになった獣のようにも見えた。ただ一つだけ変わらないのは、必ず俺たちの真後ろで止まること。一歩下がれば、一歩分だけ間を詰める。でも決して追い越されないんだ。息継ぎをすれば、同じリズムで影が揺れる。まるで呼吸まで真似されているみたいで、胸の奥がざわついた。友人はもう声を出せない。俺も何を言えばいいのかわからなくなっていた。ただあの影の気配が濃くなるたび、山道の湿度が増していくように感じた。足元の落ち葉が濡れていき、踏むたびにぬめる。最初に通った時は乾いていたはずの土がいつの間にか重く沈む泥に変わっていた。その変化に気づいた瞬間、後ろの足音が止まった。
山全体がしんと固まり、霧が凍るように動かなくなる。嫌な静けさだった。耳の奥で自分の心臓だけがやたらと大きく響く。俺はゆっくり振り返る。そこにあったのは影の形のままぬめった地面に沈み込む何かだった。輪郭が地面に染みていく。黒いシミのように広がり、ゆっくりと盛り上がる。盛り上がった影は紛れもなく顔らしい位置を持った。正面を向いた形になった瞬間、霧の奥で低い音が鳴った。獣のうなり声ではない。風でもない。何かが喉の奥で石を転がすような湿った重たい音。それが山全体から響いてきたんだ。友人の足がすくんで動かない。もちろん俺も同じだった。ただ影が完全にこちらを向いたと分かった瞬間、体の芯が冷たく固まった。影が一歩だけ前へ出た。その動きに合わせて土が沈み、同時に背後の木々が左右へ揺れた。まるで巨大な何かが体をひねって森を押し分けているように見えた。逃げるべきだと頭では分かっていた。でも足は地面に縫い付けられたように動かないんだ。そのまま影は静かに二歩目を踏み出した。そして俺たちの真横に来た瞬間、霧の中ではっきりと角の形が浮かんだ。霧の中で浮かんだ角の形は影の輪郭なのに異様にくっきりしていた。まるで霧の方が避けて形だけを際立たせているようだった。角は左右に張り出し、太く短い。その根元の影がゆっくり脈打つように揺れていたんだ。実体はないはずなのに、角の付け根だけは重さを持っているように見えた。俺と友人は声を出すことすらできず、ただその影の動きを見ていた。影は俺たちの横を通り過ぎると、こちらに顔を向けるような角度になったんだ。その瞬間、霧がざわりと逆流した。見えたのは目ではなかった。人の顔の位置にあるべき部分に黒い穴だけがぽっかりと開いていたんだ。奥まで続く闇の穴。そこに風が吸い込まれていくように周囲の霧がゆっくりと流れ込んでいく。俺は理解した。あれは目ではなく吸い込むための穴だ。影の穴が霧を飲み込むたび、周囲の色が薄くなっていく。木々の葉の緑も土の茶色も全部透けるように弱くなり、代わりに影だけが濃く深まっていく。まるで山の景色そのものがあの影に吸われている。友人が喉の奥で小さな声を漏らした。というか、声にならなかった。息が吸えず、口だけが震えていた。影は完全に俺たちの前へ回り込み、参道を塞ぐ位置で止まった。その場に立つだけで世界の輪郭が歪む。音が消え、空気の密度が変わり、自分の心臓の音すら外側から聞こえるような錯覚が生まれてきた。影の穴がゆっくり俺の胸の高さまで動いた。俺は座れる、そう直感した。逃げたくても足は深い泥に沈んでいる。思い返すと影が近づくにつれて地面が柔らかく溶けていった。
逃がさないために山が形を変えているようだった。影がさらに近づく。穴の奥は底が見えない暗さで、覗き込んだら最後、そのまま吸われて消える未来が頭ではなく体で理解できた。俺は必死に息を絞り出して友人の腕を掴んだ。その瞬間、影の角がわずかに動き、反応したように見えた。まるでこちらの震えを味わうように穴がひらりと揺れた。次の瞬間、山がうなり、霧が暴れ、影がゆっくりと襲う姿勢へ変わっていった。影が襲う姿勢に変わった瞬間、霧が裂けるような音が山に広がった。空気が急に薄くなり、胸の奥が押しつぶされるように苦しくなる。影はゆっくりと前へ重心を傾け、角の部分だけが不自然に浮いた。穴は胸の高さに開いたまま、こちらをじっと向いていた。座れる。そう確信した。俺は反射で後ろに下がった。泥が深く沈み、体がうまく動かない。友人も同じで、膝まで飲まれそうになりながら、必死に踏ん張っていた。その時、影の穴がぐっと開いた。霧が一気に流れ込み、葉の色が抜け、木々の輪郭が薄くなる。山が吸い込まれていく音が耳の奥を圧した。穴は俺たちに向いている。次は景色ではなく、俺たちそのものを吸う番だ。その足音だけが、まるで巨大な岩が落ちたような重さで地面を震わせる。実体が見えないのに、重さだけが世界を押しつぶしていた。俺は息が止まり、体が固まった。その時だった。山の斜面が突然崩れたんだ。乾いた音とともに大量の土が滑り落ち、影と俺たちの間に入り込むように流れてきた。泥と石が影にぶつかり、霧が散る。その瞬間だけ足を引き抜けた。俺は友人の腕を乱暴に引き、泥の抵抗を無視して、斜面から転げ落ちるように逃げた。枝が顔に当たり、岩に肩を打ちつけ、それでも止まらなかった。背後で影の重さが地面を踏む音がした。近い。追われている。だがある地点を越えた瞬間、足音がピタリと止んだんだ。霧が薄くなり、空気が軽くなる。鳥の声すら戻ってきた。振り返ると霧の壁の向こうで、角の影だけが揺れていた。こちらへと出ようとはしていなかった。まるで境界線を越えられないような、はっきりとした線がそこにあった。影は境界から半歩だけ前へ出て、そこで止まった。そしてゆっくりと穴だけがこちらを向いて霧の中へ沈むように消えた。山は何事もなかったかのように静かになった。俺たちは無言で麓まで降りた。誰も振り返らなかった。帰り道、地元の老人に会ったとき、霧の奥に入ったか、とだけ言われた。老人は続けた。あそこには踏み入ってはいけない影がいるんだ。昔からあの山は影だけの鬼が通る道。そう言われているんだ。その夜宿で靴を脱いだとき、靴の底に泥とは違う黒い跡がついていた。
踏まれたような形をしているのに、そこだけ影が濃い。俺はゾッとして靴を外に置いた。そして翌朝見たとき、靴が一つ影みたいに平らに潰れていたんだ。まるで夜の間に誰かが踏みしめたみたいに。あれは俺が古い団地に暮らしていた頃の出来事だ。今でも思い返すたびに、未だに胸の奥がざわつく。あの三輪車を初めて見た夜の光景が今でも頭から離れない。当時の俺は夜勤続きで、帰宅はいつも深夜2時を過ぎていた。5階までの階段を上がるたび、団地特有の湿った鉄の匂いが鼻に絡みつく。暗がりの階段に染みついた冷気は、季節が変わってもなぜか消えなかった。その夜もいつも通りだったはずだ。ただ家に帰るだけ。ただ眠るだけ。そう思って5階の踊り場に足を踏み入れた。その瞬間だ。外の廊下の端に赤い何かが浮かび上がるように見えた。街灯の白い光がそこだけ妙に滞り、影がぼやけて広がっていた。目をよーく凝らすと、それはゆっくり横切る三輪車だった。だが誰も乗っていないし、押している人影もない。車輪だけがゆっくりまっすぐこちらへ進んでくる。あの異様な静けさを俺は一生忘れない。団地の夜はいつも物音が多い。上の階の生活音、冷蔵庫のうなり、外の廊下の風音。なのにあの三輪車だけは重さを感じない滑り方をしていたんだ。最初は疲れてるんだろうと自分に言い聞かせた。深夜の廊下は光の反射もおかしくなる。影が歪むことだってある。そうやって無理に納得させた。でも部屋の鍵を閉めた後、どうしても気配が気になった。まるで俺の足跡を追ってきたような重さのない気配。ベランダの隙間から外の廊下が少し見える構造だったから、そっとカーテンを開けた。そこに三輪車があった。俺の部屋の前でまるで待つように止まっていたんだ。あの時の心臓を指で掴まれたような感覚をまだ覚えている。誰かの仕業？いたずら？そんな考えを片っ端から浮かべたが、深夜2時にこんな場所へ三輪車を置く理由がない。見つめているとタイヤが一つだけカタッと逆向きに動いた。ほんの数センチ。だがその動きは意志のようだった。怖さよりも現実感が崩れる感じの方が強かった。理解できないものを前にしたとき、人は声すら出なくなってしまう。俺はゆっくりカーテンを閉めた。次の朝、出勤のために玄関を開けたとき、三輪車は跡形もなく消えていた。ただ床に残ったタイヤの跡だけが部屋の前で急停止していた。あれを見た瞬間、見間違いという言い訳は崩れてしまった。あの夜は確かに何かが廊下を横切っていたんだ。翌日の仕事中もあの三輪車の光景が頭から離れなかった。けれど
あまり人に話せる内容ではない。疲れて見間違えたんじゃないの？そう返されるのが分かっていた。だからその夜も結局、いつも通りの時間に帰宅をした。団地へ近づくほど胸の奥でざわつきが広がる。自分の住んでいる建物をこんな風に怖いと思ったのは初めてだった。5階の階段を上がるとき、金属の手すりが指先に冷たく張り付いた。湿り気を帯びた空気が肌にまとわりつく。普段なら気にも留めない団地の夜の匂いが、その時だけは異様に濃かった。踊り場に出ると、外の廊下は相変わらず暗い。ただ昨夜と違ったのは、端の方にわずかに赤が残っているように見えたことだ。またあるのか。そう思った瞬間、心臓が勝手に脈打ち始めた。ゆっくり近づいて、恐る恐る足を運び、廊下の曲がり角を覗き込む。だがそこには三輪車はなかった。あるのは床に続く細い筋だけだった。車輪の跡に見えた。昨夜、俺の部屋の前で止まっていた跡とは違い、今度の筋はそこから左右に分かれて伸びている。まるで廊下を行ったり来たりしたような奇跡だった。その瞬間、不意に上の階から重い足音が降りてきた。普段なら気にも留めない生活音だが、その時だけは妙に不規則に感じた。感覚がバラバラで、歩いているというより、誰かがはしゃぐように跳ねているように思えた。足の音が俺の立つ踊り場の真上でピタリと止まる。天井が薄い団地だから、すぐ上にいる人物の気配がすぐにわかる。普通ならすぐに部屋へと入っていくはずだ。なのにその足跡は天井の一点から微動だにしないんだ。まるで俺の真上で覗いているみたいに感じた。俺は耐えられなくなって部屋へ急いで戻った。扉を閉めた瞬間、背中に冷たい汗が流れ落ちた。数分後、小さく外の廊下を転がるコロッという音がした。聞こえたのは一度だけ。だけどその一度が致命的だった。あの三輪車の静かな滑り方を思い出してしまった。耳のそばで囁かれたような転がる音は、どう考えても風ではなかった。誰かが押した音でもない。動いた音だ。俺はベランダへ近づく勇気は出なかった。昨日と同じように、そこにまた止まっている気がしたから。ただ静まり返った部屋の中で確かに感じた。あれは俺を探している。そんな気配だった。あの転がる音を聞いた翌日、俺は団地を出るか本気で迷っていた。けれど、引っ越すにも金がいる。そんなのは現実的ではなかった。だからその日の夜も結局同じ時間に帰ってきてしまったんだ。正直、帰り道からずっと気配を感じていた。団地の建物が視界に入るたび、胸がじわじわと締め付けられる。また来てるんじゃないか。そんな予感だけがやけに鮮明だった。5階の階段を上りきったとき、外の廊下の端が少しだけ明るかった。白い街灯に照らされているだけ。そう思いたかったが、そこには昨日と同じ
赤い影があった。三輪車だ。ただし今度は誰かが乗っている形に見えた。影が一つ増えていたんだ。細い腕、乾いた髪の束、前のめりに座って体が揺れていた。息が止まるってこういうことなんだとその時初めて知った。乗っていた影はこちらに背を向けたままゆっくり揺れている。漕ぐ音はしない。車輪の摩擦音もない。ただ揺れている。だがその揺れがだんだん大きくなる。キーキーと存在しないはずのきしむ音が廊下全体に広がっていく。思わず一歩後ずさった瞬間、影がピタリと揺れを止めた。その刹那、三輪車がこちらへ向きを変えた。影ごと滑ってきたんだ。乗っているのは子供の形をしている。だが形だけだ。顔が闇に吸い込まれたみたいに黒く落ちていて、輪郭だけが浮いている。ゆっくりゆっくりと外の廊下の真ん中をまっすぐに。その速度が生きているものとは思えないほど均一だった。まるでレールの上でも走っているかのように。俺の足は動かなかった。逃げるという判断が頭から抜け落ちていたんだ。三輪車は俺のすぐ手前で止まった。ほんの一歩先、伸ばせば届く距離。影の頭がゆっくりこちらへ向く。暗闇に沈んだはずのその顔の奥で一つだけ光るものが揺れた。濡れたような黒い瞳。その目が俺を見た瞬間、耳の奥で小さく回転音がした。もっと近い、もっと低い。俺の背後だ。俺は振り向いた。自分の玄関の前にも同じ三輪車が置かれていたんだ。いつの間に、そんなはずはない。乗っている影だけが違った。こちらの影は完全に俺の方へと顔を向けていた。輪郭の奥で薄く開いた口が形を変えた。笑っていた。その瞬間、足が勝手に動いた。廊下を逆方向へ走り、階段を転げ落ちる勢いで下まで降りた。息が切れるほど遠くへ逃げても、背中にあの揺れの気配がまとわりついていた。後日部屋に戻った時、玄関の前にはもう何もなかった。ただ床にタイヤの跡だけが残っていた。2台分、向かい合わせで止まったままの形で。あの日以来、三輪車の音は聞いていない。でも団地の外の廊下を思い出すたび、背中がまだあの視線で凍ってしまう。あれはただの三輪車ではなかった。きっとあの団地に元からいる何かだった。逃げた俺を今でも探している気がする。